皆さんこんにちは、ガジェログです。今回はガライユの R1 というね 2K300 万画素の屋外防犯カメラ、そしてソーラーパネル付きのこちらの製品をご紹介したいと思います。ここ最近ですね、強盗事件とかいろいろ多くてですね、こういったカメラ取り付けようかなと思っている方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思いました。そんな時にちょうど今こういった防犯カメラのレビューのお話が来ましたので、グッドタイミングということでこのガライユの R1 というモデルをご紹介したいと思います。というわけで前置きはこのぐらいにしまして、この後にスペックのご紹介と開封、そしてしばらく使った後に使用感などをお伝えしたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。というわけで主な特徴をご紹介したいと思います。まず 2K の300万画素になっていますが、解像度としましてはフル HD になっていまして、しかも屋外でカラーで暗視する機能もついていますので、暗闇でもちゃんとね、しっかり撮影することができるようです。そして PIR 人感センサーということで、正しく判別し誤報を減らす機能がついています。物や人の温度や動きを検知することができるということですね。すごいですね。温度も検知できるんですね。人や動物を判別したら警報で知らせるとかね、そういった使い方もできるようです。そしてこの辺は他のねカメラでもよくありますが、双方向で通話する機能もついています。また撮影されている映像はマイクロ SD カードに保存することができまして、これは別売りになりますけど、最大で 128GB まで対応しているということですね。もしくはクラウドサービスも有料なんですが対応していますので、こちらのメーカーさんのクラウドサービスを使ってデータをバックアップするってこともできるようですね。そうしますとこれがいざ盗まれてしまった場合でもデータは残るってことになります。そしてスマートな使い方としましては Alexa や Google ホームに対応しています。そしてバッテリーの容量になりますが 5200mAh のバッテリーが内蔵されていまして、フル充電であればだいたい30日から60日の間と、結構ねちょっと幅がありますけども使用することができるようです。そしてバッテリー残量が 15% 以下になりますと、スマホにバッテリーが減りましたっていう通知がね届くようになっているようですね。しかしながらこちらはソーラーパネルから給電することができますので、この夏のね日当たりのいい状況であれば全然バッテリーが減らないんじゃないかなというふうに予想されます。というわけでざっと主な特徴をご紹介しましたけども、これから開封していきたいと思います。まず出てきましたのがね、セキュリティシールになりますね。これドアとか貼っておくとね、効果があるかもしれません。そしてクイック取扱説明書が入っています。日本語でね、全部書かれていますので、取り付けや設定に関しましても安心して使うことができるんじゃないでしょうか。はい、というわけで今開梱しましたけど、パッケージ内容は以上となっております。まず本体そのものになりますね。向きとしましてはね、こういった感じで使うわけですけども、アンテナをね、このように反対側に伸ばしていただいて、このガライユのロゴが正面にね、ちゃんと向くようにした向きで設置するということになると思います。そしてソーラーパネルがついていました。私のね、手のひらサイズという感じでしょうかね。背面はこのようになっています。こちらにネジ穴がついていますので、こういったもので取り付けることもできますし、もしくはクランプなどを使ってもいいんじゃないかなと思います。このネジ穴を流用できるものであれば結構幅広く使えると思います。そしてこちらはね USB Type-C になっています。そしてねこういったビスも入っていますし、そして USB-A と USB-C のケーブルも入っていました。ちなみに各部の名称と取り付け方法に関しましてはこちらの取扱説明書をご覧いただければわかるようになっています。詳しくお知りになりたい方は今ね一時停止してご覧いただければと思います。はい、こういった感じで出ていますね。7ページ目、8ページ目、9ページ目、10ページ目、11ページ目、12ページ目、そして13ページ目という風になっていますね。ではセットアップする前にちょっと外観の方を見ていきたいと思います。まずこちらはね、このようにアンテナが立っていますので、ワイヤレスでデータを送受信するタイプになっています。そしてこのようにね、回転とともに、そして上下の動き対応していますね。これいいですね。アプリの方で操作することができるようです。そしてね、上部になりますとこんな感じになっています。またこちらは壁側などになりまして、こちらの方から取り付けすることになります。そしてこちらにね、USB-C ケーブルを接続できるようになっていますので、こちらのソーラーパネルの USB-C をここに差し込むことによってね、給電できるようになるわけですね。そしてね、正面には白色の LED ライトがね、4発もついています。すごいですね。
そしてこちらが PIR センサーといいまして、動体検知などで使うセンサーになっています。そしてメインのレンズになりますね。そしてこちらのね、下部になりますけども、ちょっと開けてみたいと思います。ということで、いろんなスイッチがついています。重要なところとしましては、この右側のスイッチですね。こちらが電源のスイッチになっています。そして左側はリセットのスイッチになっています。そして最後にマイクロ SD カードのスロットがついています。ということで、電源をね、ちょっと入れてみたいと思います。はい、カチッとね、結構大きな音が鳴りましたけども、これで電源が入りました。というわけで今からね、スマートフォンと接続の方をしてみたいと思います。今ね、接続が完了しまして、リアルタイムの映像がこう出ているのがわかるのではないでしょうか。ではね、しっかり動くかどうか見てみたいと思います。今右側に振っていますけど、はい。私がね、ちょっと映ってきましたけども、ちゃんとね、カメラ操作できていますね。では、ちょっと上に向いてみたいと思います。これ、上向きはこれでいっぱいですね。で、下方向。一気に行きますね。ほぼ真下まで向いてくれています。ですので、振り幅としましては、この真下に対して、さらに上まで90度ね、しっかり動いてくれますので、この辺のね、ちょっと動きっていうのはすごいですね。ということで、接続がちゃんと確認できましたので、この後設置して使った上で、ファーストインプレッションをお届けしたいと思います。はい。というわけで、あれからね、丸1日使ってみたんですけども、その感想、ファーストインプレッションをお届けしたいと思います。まず最初に気になるところとしましては、設置じゃないかなと思います。どこに取り付けるかっていうのが最初の悩みどころになりますけど、今お見せしていますように、物干しのところにですね、ちょっと設置をしてみました。なぜかと言いますと、まだここでいいのかどうかっていうのも正直わからないところもありましたので、雨ざらしになることや日差しに当たること、そこに設置して、そこで本当にいいのかどうかも、まだね、ちょっとよくわからないっていうところも正直ありましたので、仮設置っていうことでね、物干しのところで、いいんじゃないかなということでね、取り付けしました。ですので、穴開けなどせずに、取り付けの台座を両面テープでくっつけたり、結束バンドを使って固定をしています。改めまして、ここでもう全然問題ないなっていうことであれば、穴開けするなり、もっと別の方法で固定するってことになると思います。まず最初に悩んだところはどこに取り付けるかっていうことだと思いますので、購入される前にあらかじめ必ず考えておいた方がいいと思います。こちらの場面であれば、両面テープと、そして結束バンドでもね、ある程度固定することができました。そして落下防止のために、こちらのところに麻紐でですね、首が引っかかるような感じで落下防止っていうのも一応やっておきました。そして次にね、やっぱり気になるところですけども、画質になりますね。画質はね、やっぱり良かったですね。この画面見ていただきますとわかりますが、ほぼね、リアルタイムなんですよね。1秒ぐらいじゃないでしょうか、誤差っていうのは。ネットワーク状態にもよるかもしれませんが、画質かなりいいですね。ほぼリアルタイムになっています。こんな感じで、遅延っていうのは、1秒ぐらいでしょうかね。そんな感じになっています。暗視カメラになりますが、ここの部分に赤外線のライトがありまして、夜間にですね、ある程度10メーターぐらい離れているところですけども、白黒映像で映っていまして、本当にはっきり見ることができました。で、次に良かった点は、操作性になります。操作性に関しましては、今ね、アプリでこのね、リアルタイムにここ映っているわけですね。右方向を映したい場合ですね、このコンソールっていうのを押しまして、こうやって首振りを簡単にしてくれます。ここ見ていただきますと、こういった感じで動いてくれるわけですね。ですので、屋外で設置してある状態をアプリでコントロールすることが簡単にできるようになっています。ですので、この首振りに関しては、もう申し分ない動作感になっていると思います。この下をですね、しっかり見てみたいと思います。こんな感じで直下までいけます。で、上方向ですね。こんな感じで持ってくることができます。そして使い勝手の面でこれすごい良かったなと思うのは、このコンソールっていうところをもう一度タップして、その操作をね、先ほどする部分になりますね。で、例えばこの位置をいつも見たいということであれば、いわゆるお気に入りに入れることができます。その場合、この星のマークになりまして、ここをタップします。どうやって見るのかと言いますと、このポジションっていうのがありまして、ここにですね、今この位置に関しまして、お気に入りのポジション固定されています。ですので、例えばですけども、他の向きをした場合ですね、こんな感じで今、右側向いちゃっていますけど、やっぱりこっちね、すぐに向きたいなって言った時に操作するのではなく、お気に入りのポジションを選べば、
いわゆるお気に入りの向きに方向を変えてくれます。これがね、なかなかいいなと思いました。ちなみにこのお気に入りに関しましては、4つの向きに関して登録することができますので、よく見たい向きをこのようにね、登録しておくと非常に便利じゃないかなと思います。そしてですね、やはりこの左右の動きですね、パン。こんな感じで動いてくれます。そして下方向、はい、上方向。上はね、そんなに向きはありませんけど、下方向はほぼほぼ真下まで向けてくれます。これはすごいなと思いますね。これだけ動けばほとんどの向き対応してくれますので、使い勝手は相当いいなと思いました。そして最後に良かった点はバッテリーの持ちになります。今お見せしていますソーラーパネルありますね。仮止めという感じで、まだ完全にここでいいっていうふうにはなっていませんのでね、フレキシブルなクランプの方で止めているんですけども、先ほど設置した時のバッテリー残量がだいたい 75% ほどになっていました。夕方の設置になりましたので、すぐ日が暮れてしまいまして、ソーラーの充電ができなくなりましたが、今日朝からですね、日が昇って充電しながら、なおかつこちらの操作などね、いろいろこういった動画を撮るために検証などしていましたけども、フル充電になりましてね、全然ソーラーパネルあるだけでバッテリーの減りっていうのは相当抑えられていますし、ましてや充電の方ね、今この時期であればもう全然問題なく充電の方してくれますので、バッテリーに関しましてはこの夏ね、もしくは秋、冬に至るまではバッテリー充電 USB でする必要ないのかなと思いました。ということでね、やっぱりソーラーパネル設置できる環境の方は、ソーラーパネルセットのモデルを買っておいた方がいいのかなと、個人的には本当に思います。ということで、設置してしまえば、ほぼほぼノーメンテナンスでいけるんじゃないかなと思います。というわけでね、全般的に言って個人的な感想にはなりますが、めちゃめちゃ良かったですね。で、特にやっぱりいいのはこのパンとチルトでカメラの向きを変えられるっていうのがすごくいいなと思いますし、そしてソーラーパネルになりますね。この2つが正直屋外でつけるなら、配線のことも設置場所のことを考えると運用がすごく楽になるんじゃないかなと思います。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。